皆さんこんにちは、ゆうとと申します。皆さんはスイスにあるマッターホルンという山をご存知でしょうか。形が特徴的なこのマッターホルンそのものに登ることは、反り立つ崖を登ったりする必要があり、大きな危険を伴うので、私も含めた技術や経験があまりない人には厳しいです。しかしマッターホルンの周りには3000メートルを超える比較的なだらかな山もあり、またそれらの山や峰々に向けて麓の村であるツェルマットから3方向に山岳鉄道やゴンドラが伸びています。つまりそれらの山岳鉄道等をうまく活用することにより、体力や時間、そして好みに合わせたハイキングを気軽に楽しむことができます。マッターホルンの周りには非常に多くのハイキングコースが存在していますが、今回はその中の一つであるスイストップウォークについてご紹介したいと思います。このハイキングコースは標高 3090m のゴルナーグラウト駅と標高 2211m のリッフェルアルプ駅を結ぶコースです。もちろん上り下りどちらも可能ですが、今回はゴルナーグラウトからリッフェルアルプまで下っていきたいと思います。距離は約 7km、 所要時間は3時間程度、そして標高差は約 880m です。ゴルナーグラウト駅からリッフェルアルプ駅の間にはさらにローテンボーデン駅とリッフェルベルク駅がありますので、それぞれの駅を経由しながらハイキングしていきます。ちなみにハイキングをしながら動画撮影をしたので、画面の揺れが多少あったり、カメラを回すのが早かったりすることもあります。すいませんがご了承ください。ではまずはゴルナーグラウト鉄道に乗ってゴルナーグラウト駅まで行きましょう。今はツェルマットのゴルナーグラ鉄道の駅にいます。ここからこのゴルナーグラ鉄道に35分乗って標高 3090m のゴルナーグラトまで一気に登っていきたいと思います。はい、それでは出発です。標高 1620m のツェルマットを出発して30分ほど経ち、標高 2800m とだいぶ高いところまで登ってきました。今の時間は朝7時半ですが、この日の朝は今見えているようになんと雲海が広がっています。まもなくゴルナーグラウト駅の一つ手前のローテンボーデン駅に到着するところです。このローテンボーデン駅から歩いて5分ほどのところにはリッフェルゼーという湖がありまして、その湖面に映る逆さマッターホルンはとても有名です。これについては後ほど紹介させていただきます。
はい、ということでゴルナーグラート鉄道の終点ゴルナーグラート駅に到着しました。後でこの駅からハイキングをしますが、まずは少し坂を登ったところにあるゴルナーグラート展望台に行ってみましょう。ではゴルナーグラート展望台からの絶景をご覧ください。見事な絶景ですね。ちなみに 2,3 年前の写真ですが、6月上旬と9月下旬の景色はこんな感じです。このゴルナーグラートには三つ星のホテルがありまして、部屋からの絶景だけでなく、さらに山の上とは思えないしっかりとしたコース料理を堪能することができます。この建物の地上階にはトイレやお土産屋なども入っていますので、このホテルの宿泊者でない方もぜひ立ち寄ってみてください。そしてその脇には小さな礼拝堂もあります。はい、今はゴルナーグラート駅の目の前にいます。今日はここからハイキングをしていきたいと思います。先ほどお伝えした通り、最終的にはリッフェルアルプという3つ先の駅を目指しますが、まずは1つ先の駅であるローテンボーデンまで降りていきたいと思います。標高 3000m 前後歩くので、石や岩の多い足場と空気の薄さには注意してください。この看板にもローテンボーデンと書いてありますね。所要時間35分と書いてありますが、実際には45分程度かかると思ってください。マッターホルンを前に見ながら7分ほど歩いてきましたが、展望台でも何でもないところでもこのような絶景で、マッターホルンだけでなくモンテローザやブライトホルンが見えています。
10分ほど時間のある方は前に見える茶色い小高い山にも登ってみてください。7月まではこの場所にまだ残雪がある場合があるので、滑らないように気をつけてください。ただ7月であればこの雪は深くないので、普通の運動靴等でも問題なく通過できると思います。上に見えるあの建物はゴルナーグラートのホテルですね。ローテンボーデン駅の近くにあるリッフェルゼーという湖が早速見えてきましたね。この場所ではゴルナーグラ鉄道の線路がハイキングコースのすぐ横にありますので、タイミングが良ければゴルナーグラ鉄道とマッターホルンのツーショットを撮ることができます。時刻表を確認して少しの待ち時間で鉄道が来るようであればぜひ待ってみてください。ちなみに2枚目のこの写真は2017年6月上旬に撮った写真です。はい、あっという間にローテンボーデン周辺にたどり着きました。逆さマッターホルンの見えるリッフェルゼーという湖はもうすぐそこです。この坂を登るとローテンボーデン駅がありますので、ここからゴルナーグラ鉄道で下山することもできます。またこの駅からハイキングを開始することも可能です。では第3章に続きます。今は標高2815メートルにあるローテンボーデン駅前にいます。
この坂の上にこのような駅がありまして、この駅からの景色もとっても綺麗です。では途中の湖をゆっくり見ながら次の駅であるリッフェルベルク駅まで1時間ほどかけて下っていきたいと思います。前方左側に見えるこの崖ですが、リッフェルホルンという山で、ここでロッククライミングを楽しんでいる人がたまにいます。マッターホルン登頂を目指す人がここで練習することもあるそうです。まあ僕はやりませんけどね。そして湖面に映る逆さマッターホルンで有名なリッフェルゼーという湖までやってきました。普段であればこの湖の周りにはガイドを伴った日本人を含めたアジアからの観光客が大勢いますが、今年2020年は新型コロナ蔓延の影響で閑散としていました。では湖面に映るマッターホルンをお楽しみください。リッフェルゼーを左手に見ながら進んでいきましょう。数分歩くともう一つの湖、ウンターリッフェルゼーが見えてきます。こちらは先ほどのリッフェルゼーほど有名ではありませんが、こちらでも見事な逆さマッターホルンを見ることができます。ではご覧ください。鳥の鳴き声を聞きながらさらに下っていきたいと思います。ウンターリッフェルゼーからさらに10分ほど歩くとこのような看板が登場します。今回はここでリッフェルベルク20分と書いてある方へ進みたいと思います。遠回りしたい人はリッフェルベアク35分と書いてある方へ、そして近道したい人は後足にはなってしまいましたが、先ほどのウンターリッフェルゼーを出発して割とすぐ近くのところに似た看板がありますので、そこでリッフェルベルク20分と書いてある方へと進んでください。
先ほどの看板の近く、つまりリッフェルベルク駅の近くにはまた礼拝堂があります。決して大きくはないですが綺麗な建物です。そしてさらに駅の近くにはリッフェルハウスというホテルがあります。そこのホテルではジャグジー付き露天風呂に入りながらマッターホルンを見るなんていう贅沢なこともできます。はい、というわけで標高2582メートルのリッフェルベルク駅に到着しました。このローテンボーデンとリッフェルベルクの間のハイキングコースは逆さマッターホルンが見えること、そして標高が高いながらもなだらかで歩きやすいことから最も人気のあるハイキングコースの一つで、日本からのツアー客にも人気があるところです。ぜひ自分の目と足で確かめてみてください。お疲れの方はここからゴルナーグラー鉄道で下山、もう少し歩きたい方は次のリッフェルアルプ駅までのコースを次の章で紹介しますので、ぜひご覧ください。次はここリッフェルベルク駅から次のリッフェルアルプ駅まで歩いていきたいと思います。だいたい50分程度 3km 前後の距離ですけども、マッターホルンだけでなく麓の村ツェルマットや小川、そして季節や運次第では滝やたくさんの花を見ることもできるコースです。では50分ほどかけて下っていきたいと思います。リッフェルアルプ駅まで下るコースはいくつかありますが、今回はマッターホルンを左手にスイストップウォークというコースに沿って進んでいきたいと思います。下の方を見ると建物が密集しているところが見えますが、あれがツェルマットです。そしてもう少し手前にある草原の上に建物が点々とあるところが今回のゴールのリッフェルアルプ駅から10分弱のところです。そこを目指して歩きたいと思います。ついに小川が出てきました。この雪解け水が流れる音を聞きながらさらに歩いていきます。今回は残念ながら見えないんですが、運が良ければこの小川の近くでこのような滝が見えることもあります。
このハイキングコースでは多くの花を見ることができまして、特に7月にはこのように多くの花が咲いています。そしてベンチもところどころにあるので、マッターホルンと花を見ながら座ってゆっくりするのもおすすめです。久しぶりの木ですよね。セルマットの森林限界は標高 2200m から 2300m 付近にあるので、ここら辺まで降りてくると徐々に木が出てきます。先ほど上から見えた建物が点々としているところまで降りてきました。ここにはリッフェルアルプリゾート2222メートルという5つ星のホテルがあります。このホテルでは食事やサウナ、そして屋外プールに入りながらの絶景を楽しむことができます。はい、というわけで標高2211メートルのリッフェルアルプ駅まで降りてきました。これでゴルナーグラートからリッフェルアルプまで全て歩き切りましたが、いかがでしたでしょうか。歩くことに変わる目の前の景色や足元、そして花や湖など見どころが満載のハイキングコースです。ゴルナーグラー鉄道の途中駅を経由してのハイキングでしたので、必要に応じて鉄道を利用することによって体力や時間等に合わせて臨機応変にハイキングの開始と終わりを決めることができます。こういうところでのんびりハイキングしてみたいなと思った方、ぜひ足を運んで自分の目と足、そして耳で確認してみてください。またこの動画を楽しんでいただけた方、高評価ボタンやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。コメントもお待ちしております。またもし質問等がありましたら、その場合もコメントにお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。またね。